おはようございます。花丸です。今回はこのヤフオクで格安で入手したマグザムをですね、ちょっとなるべくお金をかけずにセーブしていきたいと思います。現状はですね、カール全体が傷だらけっていうのと、ちょこちょことオイル漏れしてる箇所があるんで、そちらを点検して、整備していきたいと思います。はい、現状はですね、ヘッドカバーからのオイル漏れがあります。でプラグはですね、入り順プラグが入ってるんですけど、まだまだ使えそうなんでこいつは使います。こちらはフロントのタイヤになるんですけど、もうリムの部分がひびが入ってですね、これもひびが全体に入っているんで、こいつは問答無用で交換します。2013年製って書いてありました。こちらはですね、ガソリンタンクを見ているところですね。これで見る限りはちょっと分かりづらいんですけど、サビとかもね、全然一つもなくて大丈夫そうでした。旅のワクワクわかります。それ感じますもん、聞いてると。じゃあ次も先ほどしましたけど、もうちょっとなんか懐かしいものだなと思うんですよ。ナインティーズ感なんかちょっとシティポップな感じもあるなと思うんですけど、磯野君何してるんですか？先ほどのシーンでみたいな。はい、今タイヤ交換が終わったんですけど、ついでにベアリングのグリスアップもしていこうと思います。タイヤが12年前のやつやったんで、グリスアップもですね、ずっとその間されてなかったと思うんで、ここもチェックしていきます。外してチェックしてみたんですけど、特にゴロゴロしているとかもなくてですね、グリスも比較的綺麗でした。けどね、だいぶ古いグリスなんで、一回綺麗にしてから新しいグリスを入れたいと思います。これはフロントのウインカーなんですけど、ちょっとね欠けてたんで、中古品を買ってそちらに交換しました。
はい、続いてはですね、プーリー側のエアフィルターの点検と V ベルトの点検をしていくのに、このカバー類を外していきます。はい、今ですね、インパクトでこのプラスのボルトを取ろうと思ってたんですけど、ずーっと回るんですけど、全然取れてくる気配がなくてですね、結構今四苦八苦しているところです。で、ずーっとインパクトで回してたらですね、プラスのボルトの頭が完全に舐めてしまったんで、今これバイスプライヤーでなんとか取ろうかなと思ってやってるんですけど、結局これも無意味に終わりました。もう最終手段ですね。もうドリルでこのボルトの真ん中に穴を開けて無理やり取ろうという作戦ですね。なんとかボルトは取れたんですけど、取れたというよりなんか溶け落ちたっていう感じでですね。で、このナット側を見てみると、このナット側っていうのはこの樹脂のカバーに、ナッターみたいな感じでなんか圧入されてるんですよね。で、結局それがダメになってしまってですね。で、ボルトと一緒にナットが共回りしてたっていうことで、全然取れてくることがなかったということです。これがナットですね。ナットがここのなんか溶けてるここに圧入されてるっていう感じでですね。で、これが結局ダメになってしまってですね、共回りしてたって感じですね。こちらがですね、カバー側ですね。こっちにもカラーが圧入されてるんですけど、そっち側もですね、溶け落ちてしまったんで、こいつもバーナーで炙ってもう一回付け直します。プーリー側のエアフィルターはですね、この V ベルトを交換するときに一緒に新品にしようと思います。で、V ベルトはですね、現状、非常に綺麗でしたね。特にひび割れとかもなくてですね、まだまだ使えそうな感じはします。はい、続いてはですね、ブレーキレバーですね。こちら多分
立ちこけして、でそれで辺曲がっちゃってるんで、まあこいつを直していきます。新品買えばいいだけの話なんですけど、なんせ今回は予算がないんで、まあ全部ね、予算をスーパー株の方に費やしたいんで、なるべくお金をかけずに直していきます。はい、続いてはですね、オイルポンプの点検ですね。オイル交換したんで、ついでにオイルポンプがちゃんと動いてるかの点検もしていきます。オイルもですね、勢いよく飛び出てきたんで、まあ大丈夫でしょう。はい、続いてはですね、充電器もつけました。まあ、これはバルカンからの移植ですね。まあ、これ電圧も見れるんで非常に便利です。なんかね、変な異音がしてたんですけど、今この指で持ってるやつが外れて、なんか変な音がしていました。はい、今ですね、シートを補修して、続いてミラーですね、新しいミラーです。今現状一つだけついてるんですけど、何にも後ろ見えないんで、もうこいつに交換します。続いてなんですが、続いてはリアキャリパーのピストンのもみ出しをしていきたいと思います。で、現状ですね、リアタイヤはほぼ新品だったので、今回は交換しません。うわ、めっちゃあるな。バリバリあるわ。
リアパッドもですね、変に片べりとかしてるわけでもなく、残量もたっぷりあったんで、このまま再使用します。こちらはですね、ピストンピンですね。もうこれがサビだらけだったんで、サビを取っていきます。はい、こちらの左のカールなんですけど、自家塗装したんかわかんないですけどね、めちゃめちゃ柚子肌になってます。なんでね、これは一回2000番でペーパーかけして、このボコボコの肌をきれいにして、最後バフがけをしたいと思います。はい、柚子肌もですね取れたんで、今から全体をバフがけしていきたいと思います。でついでにですね、このヘッドライトもですね、なんか黄ばんでてすごい汚いんで、これも削ってきれいにしたいと思います。これが2000番で磨いた左側のカールになります。はい、柚子肌もですね、完璧ではないですけど、だいぶ綺麗にはできました。スクリーンもですね、ついでにバフがけしておきました。はい、最後にですね、この樹脂のパーツ類の復活剤を使ってみようと思います。
ちょっと試しにシートにも塗ってみたんですけど、なんかシートのツヤも復活したんで、まあシートも全部塗っちゃいました。はい、ということでこの樹脂パーツも一通りきれいになってですね、これでマグザムの整備が完了になります。で、前回のショート動画で上げてるんですけど、バルカンを売ってですね、でそのバルカンを売ったお金っていうのは全部スーパー株の方に回すんで、今回ねこのマグザムっていうのはねかなり激安で買えたんですけど、まあそういったこともあってマグザムの方にはねあんまりお金をかけることはできなかったんですけど、まあそれでもですねここまで綺麗にできたんで、まあ良かったんじゃないかなと思います。はい、ということでこれでマグザムの整備が完了です。最後までご視聴ありがとうございました。